こんにちは、東京ベジライフです。外はあいにくの雨ですけれども、だいぶ秋らしくなってきましたね。今日はタイ料理です。立派なターサイ、トムヤムペースト。今日は焼きナスのサラダを作っていくので、まずは焼きナスを用意していきたいと思います。直火でじっくりと皮を焦がしていきます。今日はガッパオライスを作ろうと思うんですけど、それに使うこのベジミンチですね、これをまず茹でていくので、ベジブロスを作っていきます。でベジブロスは前回イタリアの時に使ったのと同じで、乾燥させたくず野菜を入れて作っていくんですけど、いつも使っているベジブロスとかを全然使っていただいて構わないので、このベジミンチは大豆と玄米でできてるものなんですけど、やっぱり大豆で作ってあるので、ちょっとこうなんていうんですかね、お豆特有の臭さというか、そういうところがあるので、お湯に入れて戻すこともできるんですけど、こうブロスとかで茹でてあげるとより臭みがなくなって食べやすくなるので、だいたいこの乾燥してる、ベジミンチが2倍くらいに膨らむので、今日は4分の1カップよりちょっと多めに茹でていきたいと思います。ベジブロスの中に、今日はガーリックとあと塩麹も少し入れて、ベジミンチに香りとあと下味がつくようにしていきます。家で作るとちょっとタイ料理っていうとハードルが高いなって感じる方もいるかと思うんですけど、意外と普通にスーパーで売ってる食材とかでできてしまうので、家でも簡単にできるタイ料理を今日はご紹介したいと思います。あとタイ料理っていうとやっぱりナンプラー、魚を発酵させた、お醤油ですね。でナンプラーが入ってしまうとやっぱビーガンではなくなってしまうので、そのナンプラーをどういうふうに代用してできるかっていうのもご紹介できればと思います。これ今ブロスが沸騰してきたので、ここにこのベジミンチを入れていきます。でまず3分ぐらい茹でていきます。ちょっとサラダに入れる野菜を切っていきたいと思います。ベジミンチの方は一旦火を止めて蓋をしてちょっと置いておきます。サラダのドレッシングですね、にんにくをすりおろして入れます。であとこの唐辛子、鷹の爪ですね、でハサミで輪切りにして入れていきます。今日はライムを使います。でライムがなければ全然レモン汁を使っていただいて大丈夫です。でナスは分かりますかね、もうなんかすごい炭になっちゃってるぐらいこんがりやってください。これ後で皮を剥いていきます。ライム汁を大さじ1入れます。砂糖を本当は入れるんですけど、代わりに濃縮甘酒を入れたいと思います。これは大さじ2分の1ぐらい。普通の、タイ風サラダだとここでナンプラーが入るんですけど、ナンプラーって魚を発酵させた醤油なんですけど、醤油とじゃあナンプラーってどう違うのっていうところで、醤油だけだとちょっとやっぱりその酸味ですね、まず酸味がちょっと足りないのと、あと塩分、塩がちょっと足りないので、醤油プラス少しの酸味、今回は、ライムが入ってるのでライムをちょっと多めに入れて、であと塩を足してあげます。それで、ナンプラーの代わりとします。塩は小さじ4分の1とライムを少し多めに入れて、であと醤油を大さじ1杯入れます。
パクチーは根っこの部分がすごく香りがいいので、きれいに洗ってあげて、でサラダとかに入れてあげるとすごくこう香りが増します。葉っぱの部分は先に入れてしまうとちょっとこうしなーってしてしまうので、最後に入れるようにちょっと取っておきます。でナスがちょっと冷めてからこうやって、ペーパータオルなどで皮をどんどん剥いていってください。で綺麗に焼けてると皮も簡単に剥けるので、こんな感じで皮が剥けたらこれを切ってサラダに入れていきます。でベジミンチを少し入れていきます。でサラダはこんな感じに今なってるんですけど、これを冷蔵庫に入れておきます。で今日は、ココナッツスープを作りたいと思うんですけど、ココナッツスープの味付けはトムヤムペーストですね。これは最近ビーガンの方に教えていただいたんですけど、これエビとかそういうものが入ってない全くのビーガンでも大丈夫なトムヤムペーストで、これをお水に入れて普通にトムヤムクンになるらしいんですけど、今日はこのトムヤムペーストをココナッツミルクと、お水に入れてココナッツミルクベースのスープにしていきたいと思います。まず水を 200ml 入れます。きのことあとたけのこを入れたいと思います。で今しめじを入れたんですけど、あと、普通のマッシュルームですね。ちょっと茶色いものですけど、白いものでももちろん大丈夫です。できのことかは水で洗うとしなってしてしまうので、茶色くなったりとかしてしまうので、ちょっとこうほこりとか気になる場合はこういう、ペーパータオルでこう払ってあげるとか、ちょっとペーパータオルを湿らせてで表面を拭いてあげるときれいになります。とここにちょっと生姜を、入れたいと思います。生姜は香りを出したいので皮を剥かずにそのまま入れます。あとたけのこですね。でまずこれをちょっと茹でて野菜にきのこに火を通していきたいと思います。でもこれきのこに火が通ってるので、あとは一旦ちょっと火を止めてココナッツミルクを加えてこのペーストを加えて、それでもう出来上がりになります。ココナッツミルクを入れます。トムヤムペーストを 600ml に対して大さじ3って書いてあるので、大さじ3まず入れてみようかと思います。すごいタイっぽい匂いがしますね。結構辛そうな感じがするので、ちょっと大さじ2でまず味を見たいと思います。一気にタイのスープっぽくなりましたね。十分ですね。出来上がりです。でライスはこのタイジャスミン米ですね。タイ米を、使っていきます。
まずタイ米を洗っていくんですけど、タイ米は本当に香りが命で、あと結構壊れやすいんですね。なのであんまり日本米みたいにガシガシ洗わずに1回だけさらっと洗って、でそれだけですね。お米と同量のお水を入れます。中火にかけていきます。で、ガパオライスの材料を準備していきたいと思います。まずニンニクのみじん切りですね。で、あと玉ねぎを切っていきます。合わせ調味料を先に作ってしまいます。合わせ調味料といっても本当にガパオライスってオイスターソースとナンプラーだけなんですね、入るのが。なのですごい簡単なんですけど、オイスターソースはもちろん普通のオイスターソースは牡蠣でできてるので、このオイスターソースはビーガンのものなんですけど、台湾製ですね。しいたけ精進オイスターソースって書いてあるので、しいたけのエキスとかで作られてるソースなんですけど、台湾の方ってすごい台湾素食って言ってベジタリアンの方が多いらしくて、でこういう中華の食材とかで、そういうビーガンの調味料とか欲しいと思ったら台湾製のものをチェックしてみるといいと思います。で今ご飯の方が沸騰して湯気が出てきたので弱火にして、10分炊いていきます。でオイスターソースは大さじ1入れます。で本当だとここでナンプラーも大さじ1入るんですけど、ナンプラーの代わりにまず普通のお醤油ですね。お醤油を、大さじ1、塩小さじ4分の1、レモン汁を小さじ1ぐらい加えます。でこれで合わせ調味料は完成です。であとパプリカを切っていきます。であとこのホーリーバジルですね。でガパオライスにはバジルが欠かせないんですけど、やっぱりイタリアンバジル、普通のイタリアンに使うようなスイートバジルだと全然やっぱり匂いとかが違うので、なるべくこのホーリーバジルっていうやつを探してみてください。でホーリーバジルは炒める時に入れて、であと最後に、ちょっと生のままものせるので、これは本当にお好みなんですけど、結構私は玉ねぎがしなっとしてた方が好きなので、最初に玉ねぎを炒めていって、でしかもちょっとだけ塩コショウ入れてしなっとさせていきます。でこの間久しぶりに会った方にベジタリアンになりましたっていう話をしたら、そのベジタリアンになった理由っていうのを聞かれたんですけど、そのベジタリアンとかビーガンになる理由って本当に人それぞれで、健康のために、そのお肉とか食べない方が
健康にいいんじゃないかって言ってなる人もいますし、あと宗教でなる人もいますし、で私なんかもそうなんですけど、結構多いんじゃないかなと思うのが、なんていうんですかね、動物愛護というか非暴力っていう、思想に基づいてっていうところなんですけど、私の場合はそうですね、2年ちょっと前からすごい真剣にヨガの練習をしていて、で、ヨガって聞くと本当になんていうんですかね、ストレッチしてるみたいな運動みたいなフィジカルな感じに思われてしまうんですけど、でも本当のヨガっていうのはちゃんとした哲学とか思想に基づいた、なんていうんですかね、もうライフスタイルみたいな生き方みたいな感じなので、そのヨガの教えの中に非暴力っていう、アヒムサっていうんですけど、全ての生き物に対して暴力をなるべく使わないっていう生き方っていうのが教えられていて、でそうですね、私はヨガを始める前に2年くらいインドに住んでいたことがあって、でインドに住んでいた時は全然全く実はヨガしていなかったんですけど、ここに合わせ調味料を入れてきまして、合わせ調味料もちょっと今日実は2人分よりは多めに作ってあるので、ちょっと様子をそうですね見ながら必要な分だけちょっと入れていきたいと思います。でこのガパオライスの作り方は、別動画にも前してるので、もし詳しく見たいっていう方がいたらそっちの動画を見てみてください。オリーブバジルを加えて、もう出来上がりですね。もう一品、今日は空心菜の炒め物を作ろうと思ってたんですけど、こんな立派なターサイがウィークリー届く、宅配野菜の中に入ってたので、これを使って青菜炒めを作っていきたいと思います。今10分経ったので、ご飯は火を止めて、ちょっと蒸らしていきます。青菜炒めはもうシンプルに、ガーリックとあと唐辛子で炒めていくんですけど、さっきのガパオに本当はちょっと唐辛子を入れるべきだったんですけど、ちょっと忘れちゃったので、こっちに入れていきたいと思います。やっぱりタイ料理ってすごい辛いっていうイメージありますけど、みんながみんな辛いのが得意っていうわけじゃないと思いますし、だから家で作るとそういう辛みとかも調整できるので、それもいいところかもしれませんね。でさっきちょっと話途中になってしまったんですけど、私が、ベジタリアンになった理由っていうところで、そのインドに住んでた時はちょっとお肉の鮮度があんまり良くないとか、そういう理由であんまりお肉を食べてなかったんですね。でも日本に帰ってきてからは普通にお肉食べてて、ただ食べてはいたんですけど、ちょっとどっかなんていうのかな、違和感というか、どうなんだろうっていう気持ちは実はあったんですね。あったんですけど、日本だとやっぱお肉食べるのが普通なので、
なんか食べれないっていうことをあんまりなんていうのかな、想像できないというか、なんかどっちかっていうと何ですかね、社会的な、影響というか、まあ友達とご飯行けなくなるんじゃないかとか、まあその接待とか行けなくなるんじゃないかとか、まあそういう、まあ不便ですよね、すごく。だから、あんまりそのベジタリアンになろうとか考えてはなかったんですけど、やっぱりヨガをすごい真剣にやるようになって、でヨガがそうですね、なんかもうライフスタイルみたいになってきたので、まあ、その哲学の部分とかもすごいちゃんと考えるようになってきた時に、やっぱりそのベジタリアンっていう生き方がまあいいんじゃないかなっていうような感覚はすごいあって、で、まあ、そんな時に海外なんですけど、ヨガのリトリートで、まあ、合宿みたいな、合宿までいかないんですね、そんなにストイックなあれじゃないんですけど、まあ、リゾートに1週間滞在してみんなでなんかヨガやるみたいな、なんかそういうのに参加して、でその時にもう本当に周りの人、参加してた人ほとんどが、まあ、ベジタリアンかビーガンかみたいな感じだったので、その時にそっか、別にベジタリアンでいることはまあそんなに変なことじゃないというか、いいんだっていうような気づきがあって、そこからもうなんかそうですね、そうしようと思いました。もうそうしようって決めてからはそんなに何ですかね、そんなに困ることないですし、食べたいものも、まあ、こういうタイ料理とか、前回のイタリアンとか、食べたいものがあったら家で作ればいいだけですし、あとまあその友達も家にこう呼んでみんなでヴィーガン料理食べて、まあディナーしたりとか、そういうのもしますし、だからなんか話のポイントは何なんだっていう感じになっちゃったんですけど、まあ、日本だとなんかそのベジタリアンになるっていうこと自体がもう選択肢として考えられないみたいな、もうなんか文化の一部じゃないですか、食生活って日本の場合。だからそこでその食べられるものにいろいろ制限をかけるなんて、そんなのもうなんか日本人のすることじゃないぐらいな感じの感覚はすごいあるんですけど、でもじゃあ実際塩入れます。実際やってみたらどうかっていうと、まあ、そんな大変じゃないし、そんななんかいろいろみんななんか批判的なことを言ってくる人もいないですし、だからやっぱ入るところでハードルを感じる人は多いと思いますし、私もそうだったんですけど、まあ、入っちゃえばすごい楽になるので、どうしようやってみようかなって思ってる方がいたら、まず小さいところ、例えば、夜ご飯だけベジタリアンにしてみるとか、まあ逆にお昼ご飯だけとか、あと家で自炊する時だけベジタリアンにするとか、まあ、本当やり方はいろいろあると思うので、自分に合ったやり方で小さなところから、まあなんかミートフリーマンデーっていうのもありますよね。月曜日は
お肉を食べない日にしよう運動みたいな、なんかそういうのみたいに週1はちょっとお肉食べないでみるでもいいですし、ちょっとでも興味があったら、そういう小さいところから始めてみるのはすごいいいんじゃないかなと思います。なんかオール・オア・ナッシングというか、0か1かじゃないので、絶対なんか0と1の間でもいいと思いますし、私も、家ではビーガンですけど、外で、避けられない時は乳製品とか食べますし、お魚も食べますし、だから自分で、どこで線を引くかっていうのはもう自分次第なので、そんなポイントがちょっとあんまりなかった話なんですけど、で青の炒めも出来上がったので、あとは盛り付けていきたいと思います。5分か。Thank you for watching. See you next time.